千本松大橋、大阪市西成区と大正区間に架けられたループ橋。昭和48年に架けられた3景間連続高床板箱桁形式の橋。こちらは戦前の橋がまだ架けられていない時の航空写真。千本松大橋は上空からはメガネの形に見えることからメガネ橋の愛称でも知られる。このようなループ橋になっているのは間にある木津川を通行する大型船舶が通れるようにしたためである。しかし橋が完成した頃から周辺の造船業が衰退し、想定していた大型船舶が下を通行することはほとんどない。橋が完成するまでは使われていた渡し船は橋の完成とともに廃止される予定だったという。しかしお役目御免となるはずだった渡し船は現在も橋の下で運航されている。というのも後で橋を渡ってみると実感できるのだが、橋を渡るには約 1200 メートルも進む必要がある。しかも高さ約36メートルまで坂道を登っていく必要もあり、体力的にしんどい人向けに渡し船が今も使われ続ける。こちらは橋の下にある現役の渡し船乗り場。奥に見えるのは新木津川大橋。なお西成区側の螺旋橋下側は自転車保管所となっている。昔天王寺駅周辺で自転車が撤去されてしまった時にここまで自転車を取りに来たことを思い出す。なお高さがある橋なので強風が吹くときは通行ができなくなる。それでは早速千本松大橋を渡っていきます。橋の通行はもちろん無料で、さらには渡し船の料金も無料になっている。そのために大半の人は橋を渡るのではなく渡し船を利用するのである。どこからか撤去されてきた自転車の軍団が見える。まずは36メートルの高さに達するまでぐるぐると螺旋橋を約453メートルも徐々に登っていく。渡し船の待ち時間が嫌いな人かウォーキングやランニング目当ての人しか上に登らない螺旋橋。二段構造の螺旋橋となっている。なお徒歩ではなく駆け足で進んでます。その足元は素足の感覚で走り歩ける5本指ベアフットシューズビブラム5フィンガーズ。長く履きすぎで指先の底に穴が開いてきてますが、この靴はボーン・トゥ・ラン、走るために生まれたという本を読んだ際に衝動買いしてしまった靴でもあります。そこのゴム部分がほとんどない靴のために走り方がかかとから着地するのではなくフォアフットと呼ばれる足先から着地する走り方に変わる革命的な靴。それまで走るたびに悩まされていた膝の痛みを解消できるということで本を読み終わった瞬間に買いに行ったのを思い出す。しかしフォアフット走法は厚底靴生活に慣れた現代人が履くといろんな足の故障を引き起こしやすいので注意が必要な靴でもある。そんな自分もこの靴で足の甲の亀裂骨折やかかとの疲労骨折などを経験し一時この靴を全く履かない時もあった。しかし長いブランクを経て再びこの靴を履いて足が慣れてくると軽やかな走り方になり膝痛が再発することがなくなったのだ。川にかかっている部分を見るとちょうど船が通る部分だけ湾曲してえぐられた形状になっている。
してやっと上まで登ってきたので、これから反対の大正区側までの約320メートルを進んでいく。相変わらず車はそこそこに通行するけど、歩行者はとても少ない。下を流れる木津川は淀川水系の下流における分流で一級河川でもある。ここから北に進むと大阪ドーム付近で道頓堀川とも合流する木津川。橋の上からの景観は転落防止の柵が邪魔であまり良くはないが、そして木津川を渡ると対岸の大正区に入ります。大正区側の螺旋橋下側は少年野球チームの練習場となっている。橋の脇には水産庁の漁業取締船宝生丸が佇む。総延長 1228.3 メートルの千本松大橋を渡るのに小走りで約10分。大阪市内の橋でも一風変わった千本松大橋で、あなたもランニングやウォーキングついでに渡ってみませんか？